まだ早いし、どこか行こうか。フック、あんたのことだったの？さすがのうちも予想外。なるほど、モグラ島も遅延の。私がドスクロのフック様だ。何か用？誤解だと思いますよ。僕ですよ、皆さん。オレグさんが手配したガイドは。僕は悲しいです。こんな小さな子供をガイドだと勘違いして僕のことに思い当たらないなんて。はいはい、そんなの気にしてどうすんのよ。逆に聞きたいんだけど、遅延の誰もがスバローグのアジトを知っているのに、あんたが案内する必要なんてあるの？ほら、適材適所と言うじゃないですか。遅延はスバローグの拠点を知っているけど入ったことはないですよね。あんたは入ったことあるの？ね、ありませんよ。でも僕はあの機械仕掛けの集落をくまなく調べ、必ず役に立つであろう手がかりをいくつか集めました。ちょっと、それはどういう意味ですか？この3歩ほど言葉に誠実な者はいませんよ。天地神明に誓って3歩は常に誠心誠意を尽くしています。はいはい、信じるから早く案内してよ。はい、ではしっかりついてきてくださいね。ねえ、散歩まだなの？お嬢さん、いくらなんでも1分に1回聞くのはひどすぎません？すぐそこですから、すぐそこ。ここがスバローグのアジト？もっと物寂しい場所だと思ってたのに、すごく賑やかじゃん。多くの流浪者は一時的にここで暮らしているの。彼らの昔の住処は劣界のモンスターに占領されてしまったからね。スバローグのすぐ近くで寝泊まりするなんて危険じゃないの？危なくないわ。スバローグは確かに横暴だけど、人間をむやみに攻撃することはない。帰る場所のない人にとってはむしろ安全よ。はあ、早々に引っ越していなければ今頃私もこの中の一人になっていたかもしれないわ。すごく大きな門。よし、見てて。開けごまー。それは何？パスワードなの？童話に登場する呪文はここでは通用しないだろう。ぐふ、ちょうど言おうとしたら美月さんが変な呪文を唱え出したんですよ。教えてあげましょう。この門の仕掛けはすでに把握しています。スバローグのアジトには誰もが出入りできるわけではありません。スバローグに会いたい人は認証を受ける必要があるんです。認証？はい、認証を得た異端者しか出入りはできません。スバローグの異端者が地底で機械の残骸を集め、それをスバローグが修理しているんです。まさにノーリスクハイリターン。もっと早く知っていれば公式ボスと呼ばれていたかもしれません。無駄話はいいから、どこで認証を受けるのよ？簡単です。流浪者の近くにいるロボットが見えますか？あれこそスバローグの目で、彼の指示に従ってここの秩序を維持しています。流浪者の一挙手一投足を見守る他に試練を与えることも任務の一つです。異端者になりたいのなら、あのロボットたちのテストをパスする必要があります。
それは知りませんよ。僕はスバローグとやり合うつもりはありませんからね。皆さんがロボットに直接尋ねてみてください。ここの人たちまるでロボットに管理されているみたい。地上では考えられない光景。上層部のロボットはただの道具に過ぎないのに。スバローグを普通のロボットだと思わないことね。あいつはなんというかすごく特殊なの。こいつよね。なんかすごく簡素な作りだね。起動できるのかしら。壊れてたりしないわよね。うわっ、びっくりするじゃない。プロトコル起動、スキャン開始、検証、認証失敗、アクセス許可なし、試練を開始。もう始まるの？試練第1開始。問題。内燃機関ラップ大会のチャンピオンは誰？来年何ラップ？そんなの知ってるわけないじゃん。散歩、答えを知っているか？僕はもちろん知りません。もう頼りになるのかならないのか、一体どっちなの？僕は全知全能じゃありませんので、情報を集めないと何とも。ただそう慌てないでください。流浪者の話を聞いて回れば思いもよらぬ収穫があるかもしれませんよ。答えよ。内燃機関ラップ大会のチャンピオンは誰？正解。これは当てちゃうの？まさかうちらに内緒でフェスに参加してる？認証結果成功。残り認証回数2。右手を出してください。右手？はい、何するの？ちょっといってた。これが認証マークなの？いいですね。あと2つですよ。さあ行きましょう。プロトコル起動、スキャン。毎回繰り返すのめんどくさいな。はあ？この鉄の塊、今なんて言った？こいつすごくイライラしてるみたい。うるさいな。早く終わらせよう。レベル1の認証はあるか？ないのなら時間を無駄遣いさせるな。これのこと？ほら見て。そうそう、これ。問題を出すぞ。よく聞け。問題。超小型推奨振動子はどのパーツに接続すべきか？おめでとう。不正解だ。こんな簡単な質問にも答えられないなんてゴミ以下だな。もう少し勉強してきな。ねえ、これ壊していいかな？なんだ、やんのか。ちょうどイライラしてたんだ。かかってこい。あんたをぶっ壊せば認証もらえるのよね。受けて立とうじゃない。悪かった。許してくれ。お前たちに認証をやる。やっと諦めたね。ほら、右手を出せ。お前じゃない。そっちの小娘だ。
またうち？あれすごく痛いんだけど。うわ、痛たたたた。よし、認証は残り1個だ。早く行け。こっちは静かに過ごしたいんだ。とりあえず前回の認証を見せよこいつなんかおかしいわね。プロトコル起動失敗修復を嫌な予感が。修復失敗コアモジュール破損外部からの脅威を検知脅威を排除するため戦闘モジュール起動。やっと頭脳労働じゃなくなったわね。私がこの鉄の塊を直してあげるわ。よし、これでおとなしくなったわね。システムを再起動してみよ認証システム起動成功。右手を出してください。またうちが痛い目に遭うんだね。いったー！前のより痛いんだけど、これでラストでよかった。これで入れるんだよね。スバローグの認証ロボットも大したことないじゃん。本当に効果あるのかしら。戻って確かめるわよ。ほら、この3歩役に立ちましたよね。オレグさんはとっくにこのことを。はいはい、あんたのおかげだよ。ボスにも言っておくから、今は黙っててちょうだい。はい、では一言だけ。この先は未知の領域ですので、くれぐれも気をつけてくださいね。行こう。スバローグを見つけてことをはっきりさせなきゃ。もしもし、僕の言ったことちゃんと聞いてましたよね。門。なんでまた門があるのよ。構造から見てさっきの門より複雑そう。散歩、これはどういうこと？散歩？あいつは？逃げられた。さっきまでここにいたのに。いつものことだ。またあのロボット。スバローグに会うには他の試練もパスしなきゃいけないわけ？スバローグさんの訪問客を発見。プロトコル起動。スキャン開始。検証。なるほど、ロボットを番犬のように扱うなんて冴えてるじゃん。って絶対効果ないよね。認証失敗。アクセス許可なし。要求拒絶。クラーラさんから権限をもらってください。クラーラ？あ、うちらが大航空で見かけたあの女の子？あの子の立場って何なんだろうね。彼女に権限を申請するなんて。家族、うちにはよくわかんないよ。悩んでいても仕方ない。クラーラを探しに行こう。確証はないが一応試してみるとしよう。クラーラは今どこにいる？音声検索中。少々お待ちください。エネルギーコアのペアリングが壊れている。早く直さないと集落が真っ赤
再利用できる部品がないか、もう一回リペットタウンに行こうと思うの。いない時はクラーラの代わりにしっかり門番をしてね。音声検索終了。クラーラの命令を継続。またあそこに戻るの？まさか人探しのためにもう一度行く羽目になるなんて。あ、うちらと合流する前、別の町で観光してたんだっけ？あんたが思うほどいい場所じゃないわよ。あの女の子が一人で列界に行っていると思うと心配になる。彼女が見た目ほどやわじゃないにしても。あんたもやわな見た目してるわよ。よし、さっさと彼女を見つけるわよ。門の向こうで待つスバローグに会うためにね。こんな大きな町でどうやって一人の女の子を見つければいいの？クラーラは機械の部品を探すって言っていたわよね。これってクラーラと一緒だったロボット？どれも一緒に見えるけど、なんでわかるのよ。何か言ってるみたい。ほら。自己回復モジュールの初期化中。初期化失敗。クラーラに脅威が必ず守る。脅威？どういう意味よ。攻防敵必ず排除。もしかして工房にあのモンスターが現れたってこと？クラーラは。まずい、彼女が危ないわ。早く工房を確認しに行くわよ。道は任せて。やっぱりあっちに大物がいるわ。クラーラもいる。早く助けるわよ。ええ、今回は人数が多いから怖くない。大丈夫？クラーラ、怪我はない？ありがとうございます。大丈夫です。軽くすりむいただけなので。やっぱり一人でうろちょろさせるんじゃなかった。危険すぎるわ。で、ここで何を探してたのよ。基地の電源装置が不調で、早く直さないと集落のみんなが困ってしまいます。この町に工房があることは知っていたので来てみようと思ったんです。必要な部品は全部見つけたんですけど、モンスターに遭遇して。幸い皆さんが助けに来てくれました。クラーラはこのことをちゃんとスバローグに伝えます。スバローグに会わなければならないような重要なことがあるんですか？ならクラーラが伝えます。ダメよ。今回は直接顔を合わせて話したいの。
連れて行ってくれるかしら。でもスバローグは他人との交流が苦手で、特に遅延の皆さんとは。もちろん知ってるわ。でもあまりにも話し合いを避けるから今回は絶対に会うことにしたのよ。みんな仮想部のために頑張っています。でもスバローグは人間の感情ではなく計算結果だけを信じています。だから彼のところには連れて行けません。スバローグと対立すれば怪我人が出ます。無関係な人まで巻き込んでしまうかもしれません。あんたって怖。クララ、前に言っていたよね。スバローグの役割は仮想部を見守り、ここの文明を維持することだって。もし私たちが同じ願いで協力を求めるなら、なぜ彼は拒むの？クラーラはスバローグのことをよく知っています。彼は人の願いでは動かない、理性の判断にのみ従うんです。この世界ではすごく怖いことが起きています。彼は地上の終焉が近いとそう考えています。スバローグの計算だと仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能だそうです。彼の考えた対策は仮想部の人たちを災いの発生源から遠ざけ、少しでも長く生きてもらうこと。私たちを檻に閉じ込めるってわけ？笑えるわ。数日早く死のうが遅く死のうが何の違いもないでしょ。抵抗することも禁じるのね。ごめんなさい。このことでクラーラはお手伝いできません。もう大丈夫ですか？クラーラは大切な用事があるので先に帰ります。クラーラ！ゼーレ、もういい。あの子の決心は固い。目を見ればわかる。他の方法を考えないと。あの子すごすぎる。あんなに小さいのにすごく頑固というか頭がいい。彼女の物事を見抜く力、自分の考えを貫く力、どちらも美月とは比べ物にならないな。最後の一言は余計でしょ。どうやらスバローグと直接会うにはまずクラーラを乗り越えなければならないようだな。あのでっかいロボットの説得も絶対に無理だね。クラーラは何回もスバローグの計算結果について話していた。仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能。これは彼女の言葉だ。考えるに突破口はここにあるはずだ。それってロボットのロジックに欠陥があるってこと？いや、彼の計算は非常に正確だ。性格が引き起こすトラブルは現在の遅延の力では解決できない。だが彼の計算は現状より遅れており、新たな変数はまだ計算に織り込まれていない。そうだ、スバローグに俺たちという存在が計算結果を覆すことができると納得させられれば和平交渉に進む希望が見えるだろう。でもどうやって証明しよう。今回は写真だけじゃダメだよね。方法は必ずある。まずはクラーラを説得しよう。彼女は直接機械集落に戻ったんだな。俺たちも後に続こう。曲がった。
後についていこう。あれ、いない？こっちに進んだはずなのに。しょうがない。進みながら探そっか。どうしてわからない。皆さん、やっぱりついてきたんですね。そうだとしても。この設備を修理しているのか、クラーラ。問題があったようだな。お兄さん、どうしてわかるんですか？この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。今しがた交換したのだろう。破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クラーラはいろんなものを修理してきましたが、ここまで複雑な装置は初めてです。スバローグは手伝ってくれないの？スバローグに知られたくないの。2人の流浪者のおじさんがうっかり壊してしまったんです。スバローグが知ったら2人が怒られてしまいます。クラーラ、優しすぎると悪い人に利用されることもあるのよ。問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したもののベアリングがずれていたのが原因のようだ。美月、手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの？もうコツはつかんだから任せて。本当にエネルギー装置を直せるんですか？安心して、絶対に大丈夫だよ。だよね、炭鉱。質問は後だ。早く手を貸してくれ。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済みます。あ、クラーラも分かっています。みんな工具でたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資を探したすごくいい人たちだって。他にできることがあったらクラーラ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。変数はうちらが来たこと、十数年ぶりに外から地下に人が来た点かな。クラーラは観察が得意なんだよね。うちら3人が下層部の人に見える？装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ。うちらはこの世界の人じゃないから、スバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が下層部の人の力しか計算していないのなら、その結果はもう今は通用しないの。スバローグはいつから計算を始めたんだ、クラーラ。すごく前に下層部が封鎖されたばかりの時からです。
シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？それにもう言っちゃおう。うちらは他の星から来たんだよ。スバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クラーラを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクラーラ知ってます。美月たちは嘘をついてない。クラーラ、私は彼らを信じる。ブローニャお姉さんも。あなたの気持ちは理解できる。クラーラ、仮想部を良くしたいけど誰かが傷つくのは望まない。そうよね。私も疑問はある。でも直感が美月、炭鉱、それから彼、この3人はこの世界の転換点だと告げているの。この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても損はないでしょ。分かった。スバローグのところに案内しますね。本当によかった。はい。クラーラ、気づいたんです。クラーラの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クラーラが大人になっても変えられないかもしれない。その間にみんな病気になって家を失って、この前のコークみたいにずっと争いが続いてしまう。クラーラはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるなら、クラーラも勇気を出します。皆さん、クラーラについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。ただいま、ティミー。おかえりなさい、クラーラさん。ティミー、門を開けて。スバローグに会いたいの。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ。みんなクラーラのお客さんなの。命令受信、門を開放。ようこそ、クラーラさんのお客様。できればスバローグを怒らせないでくださいね。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。私はそういうの苦手なの。ロボットと話し合うなんて初めての経験。準備はいいか？ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したいんだって。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。分類情報なし。
クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。平和を求める。理解。だがそれはあなたたちの一方的な言い分である。私の態度についてはあなたたちとの交渉の結果を見極めてから決める。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にするな。あんたの発言を全部突っぱねたよ、こいつ。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。無許可で正確について話すこと禁止。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知っている人はいない。目標状況の再評価。脅威指数上昇。真の目的を告げよ。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。全てはこの瞬間にかかってるのよ。記録の中で人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のためにその物質を使おうとした。牽走者命令。正確に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。再評価。目標脅威指数最高に到達。どうしよう、なんかまずくない？目標の適宜。基準値を大幅に超過。元来の計算結果を維持。平和維持プロトコルの一時解除。殲滅プロトコルの開始を申請。殲滅って文字通りの意味？交渉決裂だ。美月、戦闘に備えろ。スバローグ、やめて！クラーラ、ここを離れろ。クラーラ、危ない。どこかに隠れて。結局はこうなるのね。プロト機3号監督ロボットスバローグ。殲滅プロトコル申請状態通過済み。殲滅を許可。クラーラ、君。スバローグはもう戦えない。お願い、お願いだから、もう彼を傷つけないで。クラーラ。スバローグ、もう強がらないで。知っていることをみんなに教えて。スバローグ、クラーラのどんな願いも叶えてくれるって言ってたよね。クラーラの一番の願いはみんなが団結することなの。その家族みたいに。クラーラ、学んだことがあるの。計算結果が必ずみんなを幸せにするとは限らない。檻の外の世界があんまり良くないと分かっていても、
人はそれを知りたいと願う。評価システム再起動中。再起動成功。変数切り替え。変数1、クラーラの願い。変数2、外から来た者の動機。評価結果更新。決定権を部外者に移行。性格関連情報へのアクセスを可能にする。これって成功したってことかな。クラーラがいてよかった。スバローグの氷のようなロジックは彼女だけに対して寛容なようだ。彼のメモリーに性格に関するデータが残っているといいんだが。これで終わりなの？ナタ。私たち遅延、それから仮想部は勝ったの？違うわ、ゼール。私たち、そして彼らの戦いは始まったばかりよ。やっとこの時が来た。どうしたのよ？緊張してるの？緊張というよりはなんだか胸がひどく痛い気がする。準備できた。真実を明らかにして、そばで聞いているから。性格に関するデータと音声記録の整理終了。すぐに閲覧するか、部外者。データベース呼び出し要求。ナンバー13175。暗号化レベル最高。データ呼び出し完了。再生開始。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと確定しています。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。偉大なるアリサランドこそがこれを起動させ、この世界を寒波で覆った張本人だと知られたら。真実は、守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告はベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を信じなければなりません。博士、私はあなたを疑ったことはない。むしろあなたたちが得た結果を深く信じている。この地位についた瞬間から、あの声、彼らの声が脳裏にこびりついて離れないのだ。あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう。博士、これらの研究を人々に公開することは私には不可能だ。もしくは何です？おっしゃってください。もしくはあなたたちが性格を完全に破壊する方法を見つけない限りは無理だ。わかりました。孫悟の名のもとに必ず使命を全うします。13175。再生完了。続いて
データナンバー24830。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。君はまだ若い。いつかわかる日がきっと来る。大守護者様、彼女は私たちよりずっと深く考えておられる。すべての選択はベロブルグの安寧のためだ。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇に葬られることになったのですよ。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。いつか君が性格を破壊する方法を見つけたら、私たちの努力は無駄にならない。24830。再生完了。続いてデータナンバー57614。なぜ？どうしてここにロボットがいるのだ？これはミア・シャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。プロト機が大戦時から今まで残っていたのでしょう。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、なるほど。捜索を始めろ。必ず博士の研究成果を全て見つけるんだ。見つけました。守護者様、全ての文献がここにあります。いいだろう。切り上げるとしよう。守護者様、このロボットどうなさるおつもりですか？ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして下層部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要としているらしい。はい、承知しました。ごめんなさい、博士。でもこの成果は建造者の管理下になければならない。いつの日か必ず誰かがあなたの意志を継いでくれる。57614。再生完了。データ開示終了。これで真実が明らかになったんだよね。それから今の状況を見るに、彼らが成功することはなかった。今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫？大丈夫。ただ少しクラクラするだけ。お母様、どうして？いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、それでも次の計画を早く決めなければならないわ。炉心。地上に続く道は今目と鼻の先にあるわ。ありがとう。君たちのおかげで下層部に新たな希望が芽生えた。今はこの希望の光が生き延びる機会につながるのを願うのみよ。
今回は散歩に感謝して。彼の情報のおかげで大事な時に間に合ったのよ。遅延のボスとして君たちが仮想部のために戦っているのを黙って見ているなんてできなかったの。つまり医者のナターシャが遅延のボスだったってこと？じゃあオレグさんは。オレグ、彼には長い間私の代理として仮想部の表面的なことを処理してもらっていたの。彼の勤勉さのおかげで仮想部の人々の生活を改善する時間が生まれ、人々をなるべく路上で飢えさせないようにすることができた。一方で私はスバローグに対して反乱の計画を立てていたの。君たちが現れたことで私がずっと温めてきた計画も必要なくなったわ。本当にありがとう。仮想部が再び自由になった時、人々は君たちを英雄のように称えるでしょうね。でもスワローグが炉心の封鎖を解いたとはいえ、地下の人たちはまだ上層部に突入することはできない。あの冷酷な大守護者は嘘と策略で上と下を分けた。もし地下の変化を知ったら何をしでかすかわからないわ。知恵には勢力を養い力を蓄える時間がもっと必要よ。もちろんそれはよくわかっているわ。だから私の最も信頼する人を君たちに同行させるわ。ゼール、君たちの前では態度に出してないのかしら。彼女は一緒に行動したいと私に強く願う姿を見せてくれたわ。ゼーレは普段は無頓着に見えるけど、彼女の心の中には鏡があって、全ての善悪をよく理解している。それに偵察が得意で頭の回転が速く決断力もある。きっと力になるわ。加えて君たちにはブローニャもいるでしょ。確かにそうね。でもゼーレがそばにいるから必ず立ち直るはずよ。そうだ、君たちずっと休んでいないわよね。リベットタウンから帰ってきてスバローグに会うため奔走してたし、ずっと忙しかったんじゃない？体は革命の資本よ。ここで体調を壊したら元も子もないわ。スバローグと炉心は遅延に任せて、君たちは戻ってよく休みなさい。運が味方をしてくれれば明日には上層部に行けるわ。均衡、宇宙の均衡は保たれるべき。均衡の仲裁下により汝に試練を与える。諸界の平衡を保つため汝の力を示せ。そして我らは仲裁する。強き者にはさらなる挑戦を、弱き者には生き延びる機会を。試練を乗り越えられたら天秤を揺るがすほどの力が汝にあるという証拠だ。諸界はそれによって改変され、
均衡を保つ。汝は直面するだろう。より強大な敵に、より難解な謎に、そしてより手厚い報奨に。均衡。汝はまた試練に遭遇するだろう。これは汝の選択だが、均衡は保たれるべき。汝はより多くのものを手に入れる。物質、精神、加算、不加算。汝の利益はその力に相応する。そうして均衡が保たれる。均衡。初回はこれより変化を迎える。まだ早いし、どこかへ行こうか。これで仮想部のことも解決できたし、そろそろ性格を探しに行けるね。でも今にして思えば、クラーラちゃんには申し訳ないことしちゃったな。スバローグと平和的に交渉するって約束したのに。お前は全力を尽くした。だから気にするな。責任は事前に万全の策を講じなかった俺にある。それに先に手を出したのはスワローグだ。他に方法はなかっただろう。誰が悪いとかじゃないから。前向きに考えれば今の結果だってなかなかいいんじゃない？みんな性格が元凶だって分かって力を貸してくれるんだからさ。任務が順調に進んでるってことだよ。しかしまだ分かっていないことも多い。例えば彼女が急に態度を変えたのには何か深い理由があるはずだ。それに俺たちはまだ性格の具体的な座標と方角を把握できていない。今ある手がかりだけでは完全につなぎ合わせることはできないが。夢？そういえば変な夢を見たとか言ってたね。3回とも同じ内容で、カカリアともう一人の声が聞こえる夢か。偶然で済ませるにはちょっとおかしすぎない？もしかしたらそれらの夢は無秩序な空想ではなく、何らかの法則があるんじゃないか。お前だけが繰り返し同じ夢を見る。その原因はもしかして彼の体内にある性格？俺はそう推測する。だが証明はできない。それじゃわからないのと一緒じゃん。で、地上に戻ったらどうするの？散々話し合ったけど結局何の結論も出せてないし。塵も積もれば山となるだ。今日のところはもう休んで、
明日また遅延の者たちと相談しよう。それにまだ重要人物との話し合いが済んでいない。彼女とカカリアの関係が状況を打開する鍵になるかもしれないな。ようこそゲーテレストランへ。おかえり。遅延から聞いたわよ。スバローグの件を解決してくれたそうじゃない。えらいえらい。いろいろあって疲れたでしょ。ほら早く食べてゆっくり休んでね。ほら、あそこを見て。あそこは昔リベットタウンでも一番荒れてたところなの。そして私が育ったところでもある。あそこで兄さんや姉さんたちと一緒に次はどこで食事にありつけばいいのか悩んでたわ。ボスのオレグさんが私を連れ出してくれるまでね。それから私はナターシャと一緒に本を読んで字を書くことを学び、ボスとコークの見回りをして、たまに素行の悪い奴らにお灸を据えてやるようになった。そっか、よかった。よかった？何それ？喧嘩売ってるの？あ、ごめんなさい。地下の生活はこんなにも辛いものなのに、つい軽はずみなことを。別にそこまでしょぼくれなくても、あんたのそういうところが気に入らないのよ。私はただゼーレが少し羨ましくて、読書や訓練をしながらお行儀よく過ごす。物心がついた時からそれが私の毎日だった。自分が何者かを思い出しなさいブローニャ。喧騒者の言葉に背いているわブローニャ。淑女たる者、そのようなことを言ってはいけないわブローニャ。そう誰かに言われ続けてきた。そんな生活を羨む人もいると思うけど、私は少し嫌気がさしてた。一生同じことを繰り返し、他人に言われた通りにするだけの人生。こんな気持ちあなたには想像できないでしょ。確かに想像もつかないわね。それより私は言ってはいけないことが何なのか気になるんだけど。喧騒者の名において貴様の鼻に槍を突き刺してやる。それだけ？そんなんじゃ痛くも痒くもないわ。あんたが帰るまでに地下の話し方をちゃんと教えてあげる。必要ないから大丈夫。鼻に突き刺すよりは脅しになると思うけど。まさかこの私が未来の守護者と笑い合ってるなんてね。私上層部の人をあんまり見たことがないの。だから大人たちの話を聞いて、地上の人間はどいつもこいつも傲慢で迷惑極まりない連中ばかりだと思ってた。シルバーメインの老兵から聞いたんだけど、封鎖の命令が下される前は地上も地下もあまり変わりなかったらしいの。みんな同じものを食べ、同じことを話し、同じ祭日を祝う。私たちの世代は育った環境こそ違うけど、人生の喜びや悲しみ、人と人とのつながり、こうした大切な感情はお互いに相通じるものがあるはず。上層部と下層部をつなぐ橋を再び架けることができれば、きっと隔たりのない時代に戻って共に寒波と劣界に立ち向かえるわ。私はあんたみたいに高尚なことは言えないけど、それがあんたの望む未来なら、その橋とやら一緒にかけてやろうじゃない。ありがとう
ゼーレ、あなたの信頼は私にとってとても大切なものよ。それで次はどうするつもりなの？スバローグから聞いた話、あんたに大きな影響を与えたみたいだけど。ええ、心の準備はできたと思っていたのに。私が守護者の跡継ぎであり続ける限り、いずれたどり着くことになる真実なのに、どうしてお母様はそれらを私に隠し、さらには性格の本質を知るよそ者を逮捕しようとしたのか。どうにも納得がいかない。だから決めたの。私は今の私にできることをする。お母様に直接話を聞いてみる。あんた、待ちなさい。本気なの？一人で？ダメよ。どう考えてもそれは。もう決めたことよ、ゼーレ。私はカカリア様の娘。この事実は何があろうと変わらない。娘としてもシルバーメインとしても、私には面と向かって還元する義務がある。たとえブローニャ。ゼーレ、あなたにこれを託す。私の代わりにあのよそ者たちに渡してほしい。私があなたたちと合流できなかった時は、彼らが何をすべきかわかるはず。仕方ないわね。あんたは自分が何をしようとしているのかよく分かってるみたいだし、どうせ私が反対したって無駄なんでしょ。でもこれだけは覚えておきなさい。あんたに危険が迫った時は、この私がどんな手を使っても助けに行くってね。じゃあ待ってるね。ゼーレは幼い頃もここで景色を眺めていたの？もちろんよ。ただあの頃はこの景色がどれほど貴重なものなのか理解してなかったけど、本当に素敵だわ。よく寝た。そろそろナノやタンコウと合流しよやっと起きてきた。うちとタンコウはもうずっと外を回ってたよ。うちらの体内時計って合わないんだね。あんたって夜中に起きてるかお昼まで寝てるかのどっちかだもん。ダメだよ。もっと協調性を高めないと。それで昨夜は例の夢を見たのか？あ、それうちもよくある。夢を見た気はするんだけど内容が思い出せないんだよね。では遅延を探して今後の計画を立てよう。彼らに何か新たな発見があるかもしれない。そうと決まれば早く行こう。やっと地上に戻れるんだもん。もう待ちきれないよ。28。ほう、これはこれは。なんとスバローグの天敵、下層部の大英雄ではありませんか。それから同じく大英雄のタンコウさんと美月なのかさん。反応早いね。ナターシャはいないのか？彼女はいろいろと後片付けがあって忙しい。何かあれば俺に聞いてくれ。俺の言葉が彼女の意志だ。それにしてもお前らには申し訳ないことをした。悪かったな。俺がナターシャの代理人だってことを隠してて。それならよかった。ナターシャは昔から慎み深いやつでな。お前らも分かってるだろうが、悪意があるわけじゃないんだ。
ナターシャからお前らを安全に上層部へ案内しろと言われている。それでいろいろと考えたんだが、やはり一番安全なのはこいつに任せることだと判断した。あなたたちを連れてきたのは僕ですから、責任を持って連れ帰るのも当然のこと。無料のアフターサービスだと思ってください。今回は気絶させたりしないよね。そんなことしませんよ。今回はロシンを通って上へ行くんですから。僕は皆さんの話し相手になって差し上げましょうっていうのは冗談で、道が封鎖されて十数年、どう行けばいいのか知る人はもういません。ですからあなたたちにはこの僕が必要なのです。くだらないこと言ってないで、ちゃんと案内役に徹しなさい。待て、ブローニャはまだ来てないのか？ブローニャなら先に戻ったわよ。彼女と大守護者の関係ならあんたたちも知ってるでしょ。彼女にしか解決できないことがあるの。ブローニャ、うちらを置いて先に戻ったの？なんで止めなかったの？そういうこと。彼女背負ってるものが多すぎるのよ。よくわからないけど、きっと彼女なりのやり方で問題を解決しようとしてるはずだわ。そうだ、ブローニャにこれを渡すよう頼まれたの。ブローニャが残してくれた手紙。あ、もしかして噂に聞く虎の巻ってやつ？うちあんま詳しくないけど、こういうのってピンチの時に見た方がよくない？ふざけてないで早く開けてみろ。ランドゥ兄弟？ランドゥの弟は知ってるけど、姉ってセーバル。セーバルってジェパードのお姉ちゃんだったの？金髪の美人に金髪のイケメンか。いい遺伝子持ってるね。サンポ、ランドゥ兄弟には詳しいか？ランドゥ！弟とは長い付き合いですが、姉は弟よりさらに恐ろしい存在です。こんな素敵な日にあの兄弟の話はやめましょう。出発したくなったらいつでもお声掛けくださいね。ああ、友よ、出発の時間ですか？どうぞ、何でもお聞きください。これ以上何を話せば。あなたたちも彼のことはよく知っているんじゃありません？まっすぐな青年ですよ。若くて顔もいい。愛嬌がない点も魅力の一つと言うべきでしょうか。ですが正直、僕も彼と親しいわけではないのです。何せ兵士と族ですので。彼女はすごいですよ。有名なランドゥ家の反逆の女。もともと将来有望だったにもかかわらず、上の機嫌を損ねて職を失い、今ではからくり工房を運営しながらアンダーグラウンドミュージックをやっています。それでランドゥのご老人が激怒して、家の兄弟姉妹たちとも連絡を絶ったとか。
地上で機械に関するトラブルがあればセーバルのところに行くこともありました。今は特別な事情があってあまり行かなくなりましたが、地上と地下をつなぐ通路で中は石の螺旋階段です。そういえば少し妙ですよね。あれほど発達した技術を持っていながら剣奏者たちはどうして階段なんかに執着するのでしょう。普通にエレベーターを作ればいいと思いません？あなたたちは若いから平気かもしれませんが、僕みたいな年寄りは膝が心配なんです。おっと、まだ聞き足りませんか？いいでしょう。僕は散歩公式、職業は商人、趣味は人助けです。あなたたちには何の企みもありません。ああ、友よ、出発の時間ですか？了解です。食べ物や飲み物はたくさん用意してくださいね。これから先はすごい数の階段が待っていますから。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り、何度か戦闘もありましたが、おおむね対処できました。下層部。そう、分かったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ棟梁。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、正確に関する真実を知ることができました。聞いてるわ。続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです。彼らの目的は本当に正確であり、正確によるベロブログの最悪を解決しに来たのだと。お母様はずっと前から正確の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる対価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから恐れながら、私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。正確がもたらした問題を解決するために剣奏者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその…もういい。傲慢、無知。失望したぞブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか？どうしてシルバーメインを劣界に送り無駄死にさせるのですか？どうして下層部の民を見捨てたのですか？どうしてあの時お考えを変えたのですか？分かったわ。
いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな。本当に真実に触れる覚悟はできているのか、ブローニャ。覚悟ならできております、お母様。ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。やっと戻ってきた。あと少しで新鮮な空気の味を忘れるところだったよ。ちょっと待ってね。もう一回この新鮮さを。もういいよ、行こう。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方がいいと思うんだけど、あのゲーテホテルには行きたくないな。散歩ったら自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に頼りにならないやつ。姉のランドゥと弟のランドゥ、どっち？ジェパードなら気をつけた方がいいよ。シルバーメインのお偉いさんでしょ。彼からしたらうちらは歩く勲功同然じゃん。炭鉱はどう思う？俺は先にセーバル・ランドゥを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍艦だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら、俺たちは飛んで火にいる夏の虫になる。じゃあ炭鉱の言う通りに先にからくり工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今は指名手配されている身だからな。どうしたのゼール？なんでもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。今目に映る全ては記憶にない見知らぬ光景。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。長すぎるのよ。なんでもないわ。行きましょう。見張りのシルバーメインがたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか。ブローニャ。